おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。リュックはアークテリクス使われてるんですか？そう、還暦のお祝い。子供さんからプレゼントとかうん、そういう時は必ずくれるね。ありがたい話だね。今日は何時起きですか？いつも4時40分目覚まし時計で。眠たくないんですか？もう慣れてるからね。これは全部手作りなんですか？大体手作りでやってます。これに今から低温調理で、65度で約10分の低温調理で、ゆっくりと火を通していきます。肉にストレスをかけないので柔らかく仕上がる。店長が配達に行かれるんですか？配達は別途からなんで、出来上がるのは大体10時ぐらい。10時ぐらい。配達の仕分けとかをパートさんが全部して、企業ばっかり集まってたりしたんですけど、はい、そこに、パートさんが売りに来ます。トラックの方とか、会社の企業さんが買いに来られる。何のメニューになるんですか？これ焼肉弁当ですね。これがハンバーグ弁すごいリズムがいいですよね。リズム感がある。時間がないんで、急がないといけないから。
これも付け合わせとかに焼きそばつきますね。木曜日のメインで焼きそば弁当ではするんですけど。ピーマンは別盛りなんですか？ピーマン色飛ぶんでね、え温度があまりすぎると色が飛びました。朝ごはんいただいていいんですか？あ、それでいただきます。ありがとうございます。どれくらい食べれる？あ、卵かけご飯2個使う方なんですね。そうなんですよ。体にいいからね、サプリメントいらないし、毎日食べてると。毎日これ食べるって決めてるんですか？毎日、山田さんはおにぎりに行くところに。秋田県の大潟村。なんでここのお米を使われてるんですか？ここがね、やっぱり一番美味しいかな。いろんなの試したけど。予想のつかないことそう、が。ハプニングが面白いね。ハプニング起きた時ってどうしてるんですか？ワクワクする。なんか無人販売って盗むとかあるんですか？ありますよ。結構防犯カメラで。うん。しょっちゅう取られるわけじゃないですからね。あたんまに、稀にっていうか。綺麗に撮ってもらえるのに、何か。美味しいやん。お母さんはちなみにおいくつなんですか？ 94。それ遊びに行ったり、家のことしたりみたいな感じなんですか？習い事して、体操して、体操？毎週水曜日。ええ古市電車乗って、もう20年以上になる。
全部味付けが違うんですか？下味の付違う。け方。違うんですか？これ、これはね、ヨーグルトでね、今つけてあるんですけど、これは肉質を柔らかくするから。あ急速冷凍庫で、温度を下げて、食中毒対策で、大体60度から40度が菌繁殖しやすいんで、そこに入れて、急激に冷ますようにしてます。二度揚げしますね。なんで二度揚げされるんですか？火で中まで火通して、そしてカラッと揚げるためにです。一日大体どれくらい作られるんですか？ここでは130、多い時で150ぐらい。肉はいつもどこから買ってるんですか？僕はね、大阪市内で、東武市場の近くにお肉専門の。野菜とお肉、どっちも。野菜とお肉と、調味料と。結構市内までここから行くとかかるんじゃないですか？そうね。でも朝早いから。それは何ですか？これね、ヘレ肉で、まず低温調理っていう、65度で、大体8分ぐらいで、はい。ゆっくり、肉にストレスかけないで、肉質が柔らかく。紙の量が多いのに、低温調理っていう、ちょっと手の込んだ感じのことを。また食の安全ですよね。中まで火入ってるで、まず安心。お弁当業界は、やっぱり、結構ね、ずっとこのメンツで営業してる。今からね、あとね、9時過ぎぐらいに、あと2名入ってくるんで。清水さん今おいくつになるんですか？ 60になります。 62? はい。僕定年超えてるんで。これマグネット弁当のエビぐらい。左と右でフライヤーの温度が違うんです。中に火が入りやすい。高温で、油きれいと真っ白に上がってしまうので、色をつけてる。
結構種類がいっぱいあるんですね。この種類で大体13種類ぐらいあるんですけど、それをみんなに盛り付けてもらいます。で、作る方が自分が作って、で盛り付けはもう任せって感じです。なるほど。大体何個ぐらいなんですか一日。月曜日多い時は、130ぐらいは作るので、何のお弁当が一番よく売れますか？定番であればやっぱりチキン南蛮が多いですね。チキン南蛮言うてタルタルがつく。うん上に今日は、この後ラーメン屋行くじゃないですか。はいもう一回仕込みにここに来るんですか？ラーメン屋に行った時点ではもう向こうで2時ぐらいまで帰ってきて、ここでちょっと休憩みたいなご飯、そこから昼ご飯と、で今度まだ、6時ぐらいから、今度仕込みに。今日朝何時からやってるんですか？仕事は。朝はここで、ラーメンの方をセットもらったから、ここ今5時過ぎぐらいで。仕事は何時ですか？終わるの大体9時、10時。今から何作りはるんですではね、豚肉とナスのオイスターソース炒め。これ600円なんですか？ 600円。安っ。いるだろ、650円もあれば700円もあるんですよ。あ、そうなの？でも平均お弁当600円。えこれね、だから変やったら唐揚げ、ハンバーグとかやけど、年配の方とまた違う。もう違うの、お弁当ね。うん、違う違う。
盛り付け。取りたいって言ってるところで。どんぶりなんかあった？柳田さんが2代目3代目。あ、3代目なんですね。すっごい。ここで父がずっとやってて、で、まあ父が、まあ、ある程度年だったんで、交代して。こことラーメンをやって。何年前からここに入ったんですか？これね、多分聞かれると思うんでね、調べるといて。ありがとう。お弁当屋さんは何歳の時からここ入られたんですか？お弁当は49歳の時になりました。何年前？ 13年前に。その前までは違うところで働かれてたんですか？その辺はラーメン屋してたんです。一人っ子。いえいえ、3人兄弟の次男ですね。みんな綺麗に撮ってくれる。かわいそうます。はい。はい、出来上がり。きれいにしなくちゃね。唐揚げ丼、ここにおにぎり入って、醤油入って、このタレで食べるような感じ。また、普通の唐揚げと違って、タレが入ってるからに、ホワイト人気ある。なんでこんな種類が多いんですか？みんなが求めるから。そうですね。求められること全部しちゃいみたいな。さっきなんかナスのオイスター、あれは新商品。うん。まあ、季節商品で、この季節に。ご自身で考えられるんですそうそうそう。いろんな種類。明日はだけど、ご飯。
あ、知らん。食器って何？若い頃18区ぐらいではい。大阪市内の九条で働いたんですけどね。あ、九条の方うん、で。九条で寿司の住み込みで、そういう和食の店も蕎麦屋さんも行ったし、居酒屋も行ってるし、いろんなとこ転々と。で、一から勉強し直そうと思って、辻調理師学校行ったんですよ。天狗になるじゃないですか。何でも料理のことが分かるっていう感じで。で、料理があんまり興味なくなった。それで添乗員だった。すると知らない世界があるじゃないですか。はい。こんな世界もあるんや。当時はね、バブルがこう、なんていうか、入っていく時代だったから、何しか人が足らなかった。研修も何もなしで、2泊3日の四国一周を行ってきてくださいみたいな感じで。その時、俺転職かなと思ったんで。あ転職やな。誰も立たれないんですか？いや、ここの中に入れるんで、声かけて買うんですよ。で、11時半だともう全員出るんで、ここに入れて、無人販売。誰が買いに行くんですか、ここは。ここは近所の方とかが多いですね。うん。主婦の方もちょこちょこ来られますし。初めての方にこうおすすめするのはどれが一番こうおすすめですよってありますか？年配の方はこのおでん弁当というのがおすすめですね。で、まあハンバーグもおすすめですけど、唐揚げも結構大人気ですね。やっぱ唐揚げは自信がありますか？はい、柔らかいですよ。あ、材料ここから持っていくんですか？そうそう。へえ。今からどこに行くんですか？今からラーメンの方に行きます。はい。父の手伝ってほしいということなんで、その当時は両方無理だったんで、一旦ラーメン屋閉めて、はい。で、弁当屋の方に。なそして2年後に友達がもう一回やってほしいということで、それで、手作りのはい。店をはい。作って、はい。それでオープンさせたんですけど、誰かに任せようかなと思ったんですけど、なかなかその、味っていうのがね、出せなくて、この間な、お花見、何やったかな、おばちゃんが、お弁当を。おはようございます。はい。これを別で。ありがとうございます。
よろしく。みんなで作ったっていうのはさっき弁当屋さんで働かれてた人たち。飲みとも。じゃ大工さんもおるし、うん。解体屋もおるし、あと中はもうほとんど見抜きだったんで、このカウンター置いてあるんですけど、全部あとは手作り。へ知ったえ。全部みんな塗って。全部。これはどこの麺を使ってるんですか？これはね、太陽製麺の龍麺というやつなんですけど、はい。もともとはね、最初始めた頃は、おそうめんになったんです。はい。けどね、結構こう撮るんですよ。みんな写真撮るんですよ。あ最近ね。あ。はい最。近っていうか、伸びてしまうんですよ、この麺が。麺を伸びない麺をちょっとこう、いろいろ研究して、この麺が一番いつもラーメンのスープに合うかなと思って。料理人で。もともと、なんていうか、家が、そういう家だったんで、もうずっと仕出し弁当手伝わされてたって感じで。お子さん何歳ですか？子供ね、長男が32で、長女が30。で、次男が28。2歳ですから。三人兄弟。そうそう。もう継がせようっていう気はなかったんですか？大変ですね。はいこんな大変な仕事はもう、ね、子供にはさせたくない。どうもありがとうございます。どうも。何買われたんですか？歌って。ハンバーグ、ハンバーグ。いつも来られるんですか？うん。たまにね、いつもじゃないけど。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
替わりです。天津飯をもう早く今日は何を注文されたんですか？今日は白菜ラーメンセット。もういつも白菜ラーメンセット、塩ラーメンで、ほんで白菜も一緒に食べれるんで、まあ、健康的にもいいです。すごい美味しいです。チャーシューと生串。美味しいですね。はい。ね、パルパラキやと思います。これ何入ってる？ほら、これで。天津飯。はい、ありがとうございます。こちらでよろしいですか？はい。はい。ありがとうございます。これ美味しいな、思ってるけどね。私ね、この人のお父さんと同期生。それでこの間初めて来てね、美味しかったよ。美味しかったですか？ほんで友達にも言うたったけどね。そうなんです。昔からね、ここラーメン美味しいよ。これなんですか？これ焼き豚丼です。これが焼き豚丼の中で、これがカーチョーサンラーメンですね。どうですか、お味は？美味しいです。はい。結構利用されるんですか？時々、はい、近くに用があった時は。いつもお弁当買われてるんですか？ああ、だいたい弁当ないときは。何をご購入されたんですか？塩弁当お待たせしました。ありがとうございます。どうも。
現場の人とかも結構来られますね。現場の方が来られるんですか？何がよく売れますか？現場の方には。現場の方は、まあ、がっつりと、まあ、唐揚げとかも人気です。と、特盛りがあるんですか？あ、ほんに特盛りっていうか、まあ、50円アップとか100円アップとかいろいろできるんですけど、安すぎるぐらい。皆さん安いって言われて。何買ったんですか？アジフライかな。お弁当と。ありがとうございます。お会計600円になります。ありがとうございます。これもねじれてるってことありがとうございます。はいよ。じゃあハーフ。全然どっか分かってない。まあ、これはもうぶっかけと、1個でいい、1個でいい。ふいちゃん。単品です。はい。ありがとうございます。今日は何を注文されたんですか？日替わりです。日替わりですか？はい。この塩ラーメンがすごく好きで、毎日メニューが違うので、あ、毎日違うんですか？はい、週のうちに2回ぐらい行ってるかな、2回と多分。そう。マスターよく知ってるので、あ、同年代なんで、朝から仕事して、はい。で、また昼から頑張らんとあかんので、はい。ここでラーメンを食べて、はい。ああ、もらって、はい。マスターはどんな人ですか？どんな人っていうか、ラーメン一筋かな。へえ。もう味にこだわる方ですね。もう味は極めて、はい。もう追求、常に美味しいラーメンを求めて追求しているような方ですね。はい。ありがとうございます。すいません、細かい。暑いですね。大変ですね。暑かったらね。いつもご利用されるんですか？ね。ああ、常連さん？常連さん。っていうか、まあ、ここの経営ですね。ここいろいろ美味しいんですけどね。はい。今こうた鶏塩もうまいし、おでんが美味しいし。おでん。はい、びっくりするでしょ。中華料理屋さんで、おでんが美味しい。びっくり。おせちやってるんですよ、ここ。おせちもやってるん1ですか？年でいっぺん、それね、はい。言うたらあかんねんけどね。ジャパネットで買うより、ここのはだいぶうまい。いや、ほんまですよ。だから今年も買おうと思ってる。もう今2年連続買ったんですけどね。そうなんですね。びっくりするぐらい。
Yeah, help you. Too late. Two. Yeah. Today. This one. 1,200. 1,300. Yeah. Thank you very much. Thank you very much.英語ができるんですか、社長は。少しだけ聞くぐらい。リトル。で、最大どのくらい来られたことあるんですか。今日は暇やね。今日暇です。めっちゃもっと、さっき来られてたのは市長さん。市長だ。富田林の市長。富田林の市長。めっちゃ激推しされてましたけど、やっぱり嬉しいですか。ありがたいですね。福ちゃん。米田さんがする。調理は全部米田さんがする。はい。そこが大事なんで。ラーメン屋のタルタルとか自分で作んないじゃないですか。これもレシピがあったんですかね、いや、なんていうか、レシピがあったというか全部自分がとして、これ入れるとこう美味しいなとか。ありがとうございます。今日は何で来られたんですか。働いてるところが近くなので、それでお昼休みに食べに来ました。2週間に1回ぐらいで。今日は何を注文されたんですか。今日は
初めてなんですけど、はい特製ぶっかけ冷麺。特製ぶっかけ冷麺。キムチ入り。そうです。一口食べて感想とかどうですか？結構なんかさっぱりしてて、で、酸味もすごい効いてて、すごい夏だったらもう疲れとか取れるかなって、はい、すごい美味しいです。はいこれは昼は終わりですか？今日とりあえずお昼分は終わります。でもね、本当美味しいっていうのが、なんていうの、一番の褒め言葉やからね。作っててよかったなと思う。オープンキッチンっていうのは、まあね、ごまかせないじゃないですか。それが大事かなと思う。白内障の手術してるんですよ。こっからこっちはね、見えない。うちの目はこの辺まで見える。網膜剥離で、このね、この年かな、手術したの。こっちの目がちょっと見えにくい、焦点がいい。今ちょっと上手にできるようになってきたけど、最初の頃はスープの量がこう測れない。結構です。これがあるから頑張れるみたいな、あります？そういうなんか。まあ、マイペースでやれるっていうのが、頑張れるやつかな。バックパッカーされてたんですうん、そうそう。その後、その飲食業にってなったのはなんでなんですか？最初添乗員やってたんですよ。ずっと。それで、なんていうかな、自分探しのためにバックパッカーしたんですよ。ちょっと嫁はんと今結婚するので、前の店をもらうっていうか、まあ、お店していきたいという話して、それで辞めて、自分でやってみる。自分でそう生き方とかは見つかりましたか？だからね、その時に気づいた。いろんなこと。一番大きな気づきは何でしたか？今だからね、すべての内面で自分でから出てるところは、時間っていうのはね、自分で作ってるんですよ。過去も未来も。でも、本当は今のこの流れしかなくて、瞬間瞬間なんで、その時にどうやって頑張っていくかって、今の状況でどうやって頑張っていくかっていうことしかないんだけど、今を生きるみたいな。そう、今この瞬間を生きていくみたいな話。全部自分から始まってんねやって気づいた。社長、お弁当が一つ売れ残ってるじゃないですか。はい。こういうのはまた持って帰って。無人のところに。今からは、食事と、それから売上計算で、明日の来る日の煮物をやります。